こんにちは。Python VTuber のサプーです。今回は VR アカデミア7周年記念動画ということで、代表的なサーバーサイドのプログラミング言語を紹介したいと思います。ソフトウェアを作る時の言語選定や、これからプログラミングの勉強を始めようと思っている人の参考になったら嬉しいです。ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは Python やプログラミングに関する情報を発信しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、ディスコードもあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。はじめに VR アカデミアについて簡単に説明させてください。VR アカデミアとは、バーチャルっぽい人とかがためになるようなお話をしたりする集団、活動、それらに関連したタグのことで、バーチャルな講義を行いたい、バーチャルな講義を受けたいという人が集まっているコミュニティです。私はプログラミングについて YouTube 上で情報を発信していますが、他にも数学や物理や科学や経済など様々な分野についてそれぞれ情報を発信している方がいます。そしてこの5月で VR アカデミアが7周年を迎えたので、その記念動画としてこの動画を作成公開しています。VR アカデミアのホームページや7周年記念の詳細については概要欄に貼ってあるので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。まず今回ご紹介する対象のプログラミング言語ですが、サーバーサイドのプログラミング言語を対象にしています。サーバーサイドとは、その名の通りサーバー側ということなんですが、この意味をもう少し理解できるように、簡単にソフトウェアにおけるオーソドックスな処理やデータの流れを説明します。まず皆さんが何かしらのソフトウェアを扱うとき、コンピューターやスマートフォン、タブレットなど何かしらの操作を行う端末があるかと思います。こういったユーザーが操作する端末で動くプログラムやソフトウェアを表現する方法として、クライアントサイドとかフロントエンドという言い方をします。このクライアントサイドで動くプログラムにはどのようなものがあるでしょうか？例えば、スマホでアプリを起動したら、アプリの画面が表示されるかと思いますが、そのアプリの画面を構成しているプログラムとか、他にも例えば、画面に入力したメールアドレスの値がちゃんとメールアドレスの形式になっているのかなどのバリデーションを行うプログラムなどはクライアントサイドのプログラムとして作られることが一般的です。またクライアントサイドのプログラムとしてユーザーが入力したデータをネットワークを介してサーバーなど他のシステムへ送るという役割もあります。また逆にユーザーに見せたいデータを取得するためにネットワークを介してサーバーなどの他のシステムからデータを受け取るといった役割を持つものもあります。大まかにこういったことを行うのがクライアントサイドのプログラムです。それに対してサーバーで動くプログラムやソフトウェアを表現する方法としてサーバーサイドとかバックエンドという言い方をします。サーバーサイドで動くプログラムにはどのようなものがあるかというと、例えばクライアントサイドのプログラムが送ってきたデータを加工してデータベースやクラウドストレージに保存したり、クライアントサイドのプログラムが要求してきたデータをデータベースやストレージから抽出して渡してあげるという役割があります。それ以外にも、例えば毎日夜の0時になったらデータベースのデータの一括更新処理を行うといったバッチ処理もサーバーサイドのプログラムで行うことがあります。で、今回は主にサーバーサイドで動くプログラムを作るためのプログラミング言語を10個プラス番外編として2つ合わせて12種類ご紹介しますね。まず一つ目の言語は C 言語と C プラです。C 言語は OS を作る言語として古くから使われてきた歴史があります。C 言語は1972年に誕生してUnix という OS を開発するときに使われ、そして OS の開発といえば C 言語と言われるほど Unix の発展とともに OS の開発に C 言語が定着していきました。もちろん OS だけじゃなくてネットワークやドライバーやウェブサーバー本体、データベースのコア部分など、今でも幅広い領域で C 言語は使われています。あとは、このチャンネルは普段から Python を使う人が多いかと思いますが、標準的な Python の本体である CPython は名前の通り C 言語で書かれています。ただ C 言語って難しそうって思う人も多いかと思います。
C 言語の難しさはいくつかありますが、代表的なものとして手動でのメモリー管理が必要な点が挙げられるかと思います。C 言語ではメモリーの動的領域を使う際に手動でその領域を確保して使わなくなったら手動で解放する必要があります。また、メモリーのアドレスであるポインターを直接取り扱うというのも C 言語ならではの難しさですね。ただ、こういった難しさがあるものの、今でも C 言語が使われている背景としては、C 言語を使えばハードウェアを細かく制御できる上に、オーバーヘッドがほとんどなく高速に処理ができること、そして過去数十年分の OS のコードやツールが C で書かれていて、それを利用できるという資産がたくさんあるという面が大きいかと思います。そして C プラは C 言語の後に開発された言語で1983年に登場しました。C プラは基本的に C 言語との互換性があって、C 言語で記述されたコードを C プラでコンパイルすることができます。C プラは C 言語のようなハードウェアへの制御性を継承しつつも、クラス、オブジェクトが扱えるようになり、抽象的にコードを書くことができるように進化した言語です。また C 言語で作られたライブラリを利用できる上に、さらに C プラ用の強力なライブラリがたくさんあるのも特徴的です。そのため C プラは C 言語と同様に OS の開発やドライバー、組み込みの開発などで使われていて、加えてサーバーサイドのプログラムではない分野なんですが、アンリアルエンジンをはじめとするゲーム開発の分野でも C プラは使われています。C プラは C 言語より抽象的に書けるようになったとはいえ、言語としては難しく学習コストがかかる言語ではあるので、C 言語、C プラともに扱いの難しい言語と言えるのですが、それでもコンピューターの最高のパフォーマンスを出したいというケースでは選ばれることが多い言語ですね。二つ目にご紹介する言語は Perl です。Perl は1987年にラリー・ウォールさんがシステム管理の仕事をもっと楽にしたいという動機で作り始めたスクリプト言語です。当時、ウェブサービスの需要が急増し、Perl は HTML を生成して返す仕組みである CGI スクリプトとして最適だったため、ウェブ開発者の中で一気に人気になりました。CGI スクリプトはテンプレートエンジンなしでスクリプトファイルの中で直接 HTML を組み立てられるため、HTML を書き慣れた人が少しプログラムを足すだけで動的なページが簡単に作れて、このお手軽さが Perl の人気を支えました。特に Perl の代名詞とも言えるのが正規表現です。そして正規表現に加えて文字列の操作のビルトイン機能をたくさん持っている Perl はテキスト処理が得意で、それが CGI スクリプトとして人気になった要因の一つでもあります。また1995年に公開された CPAN という Perl の外部モジュールやそのドキュメントを一元的に管理して公開するオープンなリポジトリの存在も Perl の人気を支えました。今は GitHub があるので外部ライブラリを検索してインストールしたり、そのドキュメントを探したり簡単にできますが、当時は GitHub がない時代です。そんな時に Perl の外部モジュールなら、あのリポジトリの中を探せばきっと見つかるといった巨大なリポジトリの存在は大きいですよね。また、この CPAN があることで、車輪の再開発はしないという文化が根付いて、何万ものライブラリーが作成、共有されて、Perl の巨大なエコシステムが形成され、Perl の普及に拍車をかけました。そして Perl のスローガンとして有名なのが、何をするにもやり方は一つだけじゃないです。これは結果が同じになる処理でも書き方はいくつもあって良いという意味です。Python には何か良いやり方があるはずだ。誰が見ても明らかなたった一つのやり方がという言語としての考え方がありますが、これとは真逆の考え方ですね。Python は言語としてコードの統一性を強制しようとしているのに対して、Perl はコードの自由さや創造性を重視して、その上でチームごとにコーディング規約を作るようにしているということです。一時期は広く支持されていた Perl ですが、Perl が普及した要因となった CGI スクリプトは現在ではあまり使われておらず、それとともに徐々に Perl は Web 開発の舞台から退きつつあります。それでも Perl は広報互換の高い言語のため、過去の資産をそのまま使いたい、それを保守したいというケースで、今でも Perl が使われることがたまにあります。現在は注目を集めることが少なくなってしまった Perl ですが、一時代を築いた素晴らしい言語であることには間違いありませんね。
3つ目にご紹介する言語は Java です。Java は企業向けシステムや Web アプリ開発でのサーバーサイドの言語として、そしてオブジェクト思考の立役者として長年使用されてきました。Java は1995年にサンマイクロシステムズ社によって誕生して、一度書けばどこでも動くという考えのもと、JVM という Java 仮想マシン上でバイトコードが動作するように設計されました。つまり Java のソースコードを一度バイトコードへコンパイルすれば、Windows 上でも Mac 上でも Linux 上でも動きます。通常、コンパイル言語だと、プラットフォームごとにコンパイルする必要があるのですが、それが必要がないということで、非常に革新的なものでした。そして JVM は当初、処理速度がさほど速くはなかったのですが、Java の発展とともに改善され、今では C に迫るほど処理速度の速いものになりました。また先ほども説明したように Java といえばオブジェクト指向言語の代表格のような言語で、当時技術の発展とともにユーザーが画面上でアイコンやボタンを操作するグラフィカルなアプリケーションが増えてきて、そういったグラフィカルなアプリケーションとオブジェクト指向は相性が良いと考えられ、Java はオブジェクト指向とともに一大ブームになりました。そして今でも企業の基幹システムや大規模な Web 開発で Java はよく使われています。なぜ企業の基幹システムや大規模開発で Java が選ばれるのかというと、理由はいくつかありますが、まず Java という言語の特徴として、静的片付け言語であり、コンパイル時のチェックが強力なため、安全性が高い言語であるということと、またガベージコレクションという仕組みを使うことで、手動でのメモリー管理が不要になり、それまでの C や C プラのように難しいメモリー管理の操作が不要になりました。そして Java はバージョンが新しくなっても過去のバージョンのコードが動くように広報互換を非常に重視しているため、長期間にわたるメンテナンスが必要な企業システムと非常に相性が良いです。また、大規模な Web 開発にも耐えられるような Java 向けの Web フレームワーク、Spring Boot などがあることも Java の人気を支えていると言えます。一方、Java は全てがクラスで構成されていて、Java を使いこなすようになるには、オブジェクト思考をよく理解する必要があり、上手にクラス設計をするスキルも必要になってくるので、オブジェクト思考に慣れていない人からすると、学習コストはやや高いと感じるかもしれません。ただ、Java は C や Rust などの高速な言語に迫るほどの処理速度を持ちながらも、それらの言語に比べると学習コストは低いので、全体としては学習コストは中ぐらいといったところでしょうか。あとは JVM は起動が遅いため、コンテナを使ったモダンなアーキテクチャと相性が悪いのが弱点です。それでも企業向けシステム、大規模開発に適した特徴があるため、企業では常に Java を使えるエンジニアを求めていて、求人件数の多さから、まずはエンジニアとしての経験を積むために Java を勉強するぞという人も多いかと思います。実は私もエンジニアとしてのキャリアを Java からスタートしたという経緯があり、非常に思い入れのある言語ですね。4つ目にご紹介する言語は Ruby です。Ruby は日本人のエンジニアである松本幸宏さん、通称マッツーによって開発され、1995年に最初の正式版が公開されたプログラミング言語です。日本人として Ruby って日本人が開発した言語なんですよって紹介できるのはとても嬉しいですよね。Ruby は楽しく書けるといったコンセプトが各所に現れている言語で、コンパイルを待たなくてもいいように動的片付けであったり、メモリー管理にガベージコレクションが採用されることで複雑なメモリー管理も不要で、さらに文法自体もシンプルなため初心者でも楽しく書ける学習コストが低い言語であると言えます。そして Ruby を語る上で重要なのが Ruby on Rails という Web フレームワークです。略して Rails と言ったりします。Web フレームワークを勉強したことがある人なら、設定より規約という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、Rails はこの設定より規約を打ち出したことで、Web アプリをすぐにサクッと作れる Web フレームワークとして、一気に人気を集めました。設定より規約というのはどういうことかというと、アプリケーションの動きを制御する設定ファイルをいちいち細かく書かなくても、決められた規約、ルールにのっとってコードを書けば動くよという考え方です。それまでの Web フレームワークはルーティング、つまりどの URL の呼び出しに対してどのアクションを実行してどのビューにフォワードするかなどの情報を XML という設定ファイルに
すべてきちんと書かないと動かないといったものが多かったのですが、Rails では XML などの設定ファイルなしで、ルーティングに関する記述を最低限書いておけば、あとはルールにのっとって書くことで URL とコントローラー、ビューが自動で紐づいてアプリを動かすことができます。この手軽さが大変人気を集めました。そのため、例えばスタートアップなどの小さい会社、誕生間もない会社がとにかく急いで Web アプリを作ってリリースしたい。そういった需要に Ruby on Rails はぴったりな Web フレームワークです。ただ、Ruby、そして Rails が大規模開発に向いているかと言われると、少し難しい問題がいくつかあります。まず Ruby は実行速度が速いとは言えず、大量のリクエストを裁くのには向いていません。また Ruby は動的片付け言語のため、型安全じゃないことや、Rails はすべての機能を一つのプロジェクトで管理する形のモノリシックなアーキテクチャとなりがちで、保守のコストが肥大化しやすい傾向があります。それでも、とにかく早く Web アプリを完成させたい、急いでリリースしたい、そういう需要にはぴったりな Ruby on Rails は今でも世界中で愛されている言語、フレームワークと言えるでしょう。5つ目にご紹介する言語は PHP です。PHP は1995年に公開されたサーバーサイド向けのスクリプト言語です。もともと PHP はウェブページに埋め込める形で設計されていたため、HTML に直接 PHP のコードが書けるという点が特徴的で、ウェブ開発の場において一気に普及しました。ただウェブサービスが発展するとともに、PHP 自身も API を作る言語に進化していきました。そのため PHP は現在では Ruby と同様、多くのウェブアプリ開発で利用されてきて、今だと Laravel というウェブフレームワークがよく使われます。Laravel は設定より規約という考え方や、OR マッパーを前提としていること、ビジネスロジックと表示とルーティングを明確に分離する MVC というアーキテクチャを採用していることなど、Rails ととても似ている Web フレームワークです。そのため PHP プラス Laravel は Ruby on Rails と同様にシンプルな記述でスピーディーな開発が行えることが人気の理由の一つです。逆に言うと弱点も似ていて PHP は動的片付け言語であることにより型安全じゃないことやLaravel を使うことで全ての機能を一つのプロジェクトで管理する形のモノリシックなアーキテクチャとなりがちで大規模開発に伴い保守のコストが肥大しやすいです。ただ PHP は Ruby とは違う一面もあって、ワードプレスといったホームページを管理するための CMS 開発でも PHP はよく利用されています。Ruby 製の CMS がないわけではないのですが、PHP に比べると圧倒的に数は少ないです。特に長年の実績と圧倒的なシェアを誇るワードプレスが PHP 製であることから CMS といえば PHP と言えるのではないでしょうか。ワードプレスでちょっとカスタマイズしたい、独自のプラグインを開発したい。こういった時は PHP でコーディングをする必要がありますね。また個人的にはランプ環境が流行ったというのも PHP の人気の高さを表していると思います。ランプ環境とは OS を Linux にして、Web サーバーを Apache にして、データベースを MySQL にして、プログラミング言語を PHP にして開発を行う環境のことです。この頭文字を取ってランプ環境というのですが、この環境が支持されているのは、すべてがオープンソースでライセンス費用がかからないことや、それぞれが成熟していて安定運用が可能なこと、ドキュメントが豊富で学習コストが低いこと、それぞれの相性が良いため導入が簡単ということがあるかと思います。このように PHP は、Web アプリの開発や CMS 開発で今でも人気のある言語として活躍しています。6つ目にご紹介する言語は Python です。このチャンネルは Python に特化したチャンネルなので、何を今更と思ったものの、これから Python の勉強をしようと思っている人もいるかと思うので、Python についてもご紹介したいと思います。Python はオランダのグイド・バンロッサムさんによって開発され、1991年にバージョン 0.9.0 としてパブリックリリースされたプログラミング言語です。Python の文法として特徴的なのは、インデントによってコードをブロック分けしていることですね。多くのプログラミング言語は波括弧を使ってブロック分けしているのに対して、Python はインデントによってコードをブロック分けしているため、強制的にインデントが揃ったコードになります。あとは命令の最後にセミコロンをつける必要がないというのも特徴的で、Python はコードのシンプルさを重要視して設計されています。
また、動的片付け言語であり、メモリーの管理も手動で行う必要がなく、学習コストが低く、プログラミング初心者でも扱いやすい言語ですね。Python はもともとグルー言語としての使用や Web 開発で使われているケースはあったものの、正直当初は今ほど人気があったわけではないのですが、AI ブームの影響で一気に Python の人気が広まりました。というのも、AI やデータ分析で使われるライブラリ、フレームワークの多くが Python から呼び出せるようになっています。例えば、ディープラーニングのフレームワークである PyTorch や TensorFlow は Python から呼び出すことができます。AI 開発に必要な Python 向けのライブラリーなどエコシステムがとても充実しているために、最近だと AI の開発イコール Python という形になってきていますね。こういった AI ブームに加えて Python 自体の学習コストが低いこと、また AI 以外でも Python から呼び出せるライブラリがたくさんあることから、今現在 Python を使う人は本当に多くなりました。ちなみに去年スタックオーバーフローが公開した最も使われているプログラミング言語、スクリプト言語、マークアップ言語の部門で JavaScript、HTML、CSS に続いてPython が第3位に選ばれています。このようにとてもたくさんの人たちが使っている言語というのが Python の強みだと思います。たくさんの人たちが使っている言語だからこそ、何か新しい技術が出てきた時に Python から呼び出せる形にしようという力が働き、結果として Python のエコシステムが充実していくという形になっていると思います。Python に将来性を感じたら、ぜひ一緒にこのチャンネルで Python を勉強してみましょう。7つ目にご紹介する言語はスカラーです。スカラーはスイスの大学のマーティン・オダスキー教授によって作られ、2004年に公開されたプログラミング言語です。スカラーの特徴の一つは Java の実行環境である JVM を使う言語であるということです。そのため、すでにたくさん作られている JVM 上で動く Java のライブラリーを使うことができます。そしてスカラーはオブジェクト指向の特徴も持っていますが、スカラーで作るプログラム自体は Java とは大きくパラダイムが異なり、関数型のプログラミング言語と言えます。関数型言語は具体的な処理内容の実装は最小限に留めて、関数を中心にして関数を組み合わせてやりたいことを実装していくスタイルの言語です。このため関数に対する機能が充実していて、関数を合成したり、関数自体を引数に取る関数などを扱いやすい仕組みが提供されています。また値に対してオリジナルの機能を持った型を作れるモナドという設計パターンを導入できる仕組みも提供されています。こういった仕組みを使うことで、言語自体を改良しなくても、あたかも言語の機能を追加したかのように自分たちで機能を追加することができるのが特徴です。そのため、関数型プログラミング言語は手続き的なプログラミング言語と比べて、複雑な処理も簡潔かつ安全に書くことができます。スカラーに比べて Java はよく使用されている人気の言語ではありますが、先ほども説明した通り、広報互換を大切にしている言語のため、Java 自体の機能追加のペースは比較的ゆっくりしています。そのため Java にどんどん新しい機能を取り入れたいけど、Java の機能追加はゆっくりだなぁと思っていた Java を使っていた人にとっては、あたかも言語自体に機能を追加したように自分たちで機能を追加することができるスカラーの特徴は魅力的な部分でもあるかと思います。ただ、関数の合成やモナドといった仕組みを上手に使うには、それなりの訓練が必要で、高度な関数型プログラミング、そして強力な型システムなどを理解して習得する必要があり、学習コストは高いと言えるでしょう。また JVM を使っているため、起動が遅いという弱点もあります。もちろん一度起動すれば実行速度は速いのですが、起動が遅いという点は Java と同様に、モダンなコンテナを使ったアーキテクチャと相性が悪いと言えます。とはいえ、すでに存在している Java の資産が使える上、JVM で動くので、Java からの移行もしやすく、さらに一度起動すれば速くて、表現力の高い言語ということで、一定の人気を得ています。特に大規模なデータのデータ基盤やリアルタイム分散処理ではスカラーが活躍するシーンが多いです。他にも Java と同様に Web サービスで使われることも多く、大規模な Web サービスや金融や経理などのサービスで採用されたりもしていますね。8つ目にご紹介する言語は Go です。Go は2009年に Google から公開された最近人気のプログラミング言語です。Go は
開発者全員が同じ書き方になるような思想で設計されていて、非常にシンプルで読みやすい文法で書ける言語になっています。Go は手続き型のプログラミング言語で、またガベージコレクションを採用しているため、学習コストが低い言語と言えますね。その上 Go は並行処理において高い性能を発揮する処理を簡単に書けるという特徴があります。Go はスレッドよりももっと軽い5ルーチンというものを使い、5ルーチンを数万単位で起動することが可能なため、軽量な並行処理がとても得意です。また、Go は静的片付け言語なので、型安全で、かつコンパイル言語なんですが、コンパイル自体が非常に高速というのも特徴です。実行速度やコンパイルが高速なことに加えて、起動も速いため、コンテナを使った現代のモダンなアーキテクチャとマッチしています。こういったインフラ関連の主要な基盤ツールは、多くが Go で作られているため、インフラを触るなら Go を覚えておくと便利という風潮も Go の人気を支えています。また Go はインフラ面だけではなくて、その性能と手軽さから API サーバーの実装に使われることも多くて、新しく API サーバーを立てる場合は、まずは候補に入ってくる言語の一つだと思います。ただ Go にも弱点もあって、Go は必要最低限の機能だけを備えた非常にシンプルに設計された言語なので、同世代の人気の言語に比べて、言語自体の機能が非常に少ないという点が挙げられます。例えば、例外処理、トライキャッチがないために、ほとんどの関数ではエラーと正常の戻り値を両方返して、さらに関数の呼び出し側ではいちいちエラーかどうかを明示的にチェックしなくちゃいけないという煩雑さがあります。そのため、他のモダンな言語を習得した後に Go を使うようになると、コードを書くのが疲れると感じるエンジニアもいるかもしれません。とはいえ、学習コストも低くて、性能が良くて、型安全という特徴があるため、まさに今人気の言語であると言えるでしょう。9つ目にご紹介する言語はラストです。ラストは、モジュラのエンジニアだったグレイドン・ホアさんが2006年頃に個人プロジェクトとして着手し、2009年にモジュラが公式支援を表明したことで広く知られるようになったプログラミング言語です。プログラミング言語としての特徴は、安全にメモリーの管理が行える上、C や C プラ並みの実行速度とメモリー効率が得られるという点です。C 言語や C プラの場合、メモリー管理の仕組み上、ちゃんと考えてコーディングしないと、確保した領域の容量を超えるデータを書き込もうとしてしまったり、間違えて同じメモリーを2回開放してしまうようなミスをしてしまう可能性があります。しかし、ラストでは所有権と借用という仕組みを使い、このようなことが起きることを防げる上に、わざわざガベージコレクションを動かさなくても、常に必要な分だけメモリーが確保されているという状況を作り出すことができます。ただ、この所有権と借用結構難しいので、安全ではあるけど難しいという印象です。また、データ競合がコンパイル時に検出されるため、並列プログラミングを安全に行える上、さらに強力な型システムとトレートによって型安全で表現力が高く柔軟なコードを書くことができます。ラストは比較的新しい言語なだけあって、過去のプログラミング言語が苦悩した部分やネックになっていた部分がとても鮮やかに解決されていて、いかにも最近のプログラミング言語という感じですね。では、ラストはどんなシーンで使われることが多いかというと、なんと OS の開発でもラストが存在感を出してきています。Rust for Linux という Linux のカーネルに Rust を使うというプロジェクトがあり、2022年頃から徐々に Rust のコードが Linux カーネルに取り込まれるようになりました。確かに C、C プラに並ぶような処理速度、その上メモリーの安全性が確保できるとなると OS の開発で使いたいというモチベーションはわかります。また OS 以外にもビルドツールやパッケージ管理ツールなどでもよく使われます。Python に絡めて話すと、最近人気が出てきて広まっている Python のパッケージ管理ツール UV もラストで書かれていますね。UV も他の Python のパッケージ管理ツールよりとにかく高速であるというのが人気の要因の一つでもあります。このようにラストは性能がとても素晴らしいし、最近の言語らしい表現力の高い言語と言えるのですが、一方それをうまく使うスキルが必要となるため、学習コストが高い上級者向けの言語だと言えますね。次にご紹介する言語はエリクサーです。エリクサーは Rlan という言語とそのランタイムをベースにジョゼ・ワリムさんが開発されたプログラミング言語で2012年にオープンソースとして公開されました。
つまり元になっている Erlang という言語があるんですが、この Erlang 自体の誕生は1986年とかなり前の言語です。Erlang は電気通信システム用に開発された言語で、並行処理を得意としている関数型のプログラミング言語です。ただ Erlang 自体は宣言的で少し馴染みにくい文法だったため、使いやすく改良した言語がエリクサーということです。エリクサーは Erlang と同様関数型プログラミング言語で動的片付け言語なのですが、Erlang の最大の特徴は計量プロセスによる強力な並行処理能力です。これはアクターモデルの実装の一つです。アクターモデルは、すべてのものをアクターという独立した計量プロセスで表現し、それらが非同期にメッセージをやり取りすることで、システム全体を構築するという考え方です。また、エリクサーは、ビームと呼ばれる仮想マシン上で動き、たくさんのプロセスを立ち上げても、非常に少ないリソースで動作させることができるため、高い同時接続性が求められるようなシステムに最適です。また、ホットコードスワッピングといって、稼働中のアプリケーションを止めずにコードを更新できる仕組みがあって、ダウンタイムを極力ゼロに近づける工夫がされています。ただ、エリクサーにも弱点があって、一つのプロセスが重い計算をずっと占有してしまうような CPU バウンドな計算処理は不得意です。そのため使われるシーンとしては、例えばメッセージ基盤や Web サービスやリアルタイム性の高いゲームのゲームサーバーのリアルタイム処理などでも使用されています。エリクサーの学習コストは高めで、まず関数型プログラミングの考え方ができるようになる必要があって、かつOTP という並行分散プログラミングのためのライブラリー群とその設計パターンを習得する必要もあります。このあたりを理解する必要があるとは思いますが、エリクサーの文法自体は親しみやすく、関数型プログラミングを過去にやった人であれば、比較的習得しやすい言語かもしれませんね。エリクサーは比較的新しい言語ということもあり、他の言語に比べてコミュニティがまだ発展途中という印象を受けますが、今後に期待という言語の一つかと思います。ここからは番外編として2つの言語を簡単にご紹介したいと思います。この動画ではサーバーサイドで動くプログラミング言語のご紹介だったのですが、サーバーサイドでも動くし、クライアントサイドでも動くプログラミング言語というのがあります。その代表的な言語といえるのが JavaScript プラス Node.js です。Node.js というのは、Google が開発した高速な JavaScript エンジン V8 をベースに、サーバーサイドでも JavaScript を使えるようにした実行環境で、2009年の5月に初公開されました。つまり本来 JavaScript は Web ブラウザー上で動くプログラミング言語なのですが、これをサーバーサイドでも動くようにしたということです。そのため JavaScript と Node.js を組み合わせれば、一つの言語でサーバーサイドとクライアントサイドの両方を開発することができるため、開発効率の向上や学習のしやすさというメリットがあります。また V8 エンジンは性能が大変良くて、非常にコミュニティも発展しているため、現在とても人気の技術セットと言えるでしょう。またサーバー上だけじゃなくて PC 上でも動くため、CLI やクライアントツールなどでも使われていたりしますね。JavaScript はもともと Web ブラウザー上での動作を前提に作られた言語であり、かつては限定的な用途と見られていたこともありましたが、現在では非常に幅広い場所で活躍できるようになり、この技術はかなり画期的なものと言えるでしょう。最後に番外編の2つ目の言語として、サーバーサイドでも動くし、クライアントサイドでも動くプログラミング言語としてコトリンを紹介します。コトリンは、PyCharm を開発しているJetBrains が開発したプログラミング言語で、2011年に初公開、2016年に正式版 1.0 がリリースされました。2017年に Google がコトリンを Android 公式開発言語として採用したため、ここでコトリンが大きな注目を集めることになりました。これにより、Android アプリ開発の現場は、コトリンが一気にスタンダードになりました。もともとコトリンは Java と同じ JVM 上で動くように作られていて、既存の Java ライブラリーとの互換性を保ちながら、より簡潔で安全なコードが書けるように設計されています。JVM を使うという意味では、スカラーと同じですが、スカラーは関数型の文法に対して、コトリンはJava に近い構文ながらモダンな仕組みも取り入れた言語です。そしてコトリンは先にも述べた通り、クライアントサイドだけではなくて、サーバーサイド開発でも使われていて、スプリングブートやケイターといったフレームワークと組み合わせることで、Web API やバックエンド処理も構築できます。最近では、
コトリンマルチプラットフォームという仕組みを使って、一つのコードで iOS、Android、サーバー、デスクトップ、ブラウザー向けに共通処理をかけるようになっていて、便利な言語に発展していってます。今回の動画は以上になります。今回紹介した以外にも素晴らしい言語はいくつもありますが、今回は今知っておくと良いんじゃないのかなと思えるサーバーサイドのプログラミング言語をサプーの独断と偏見で選んでご紹介してみました。ぜひ言語選択の時などに参考にしてもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。